皆さんこんにちは、ぼっこです。ボッコスジャパニーズポッドキャストのお時間です。本日のテーマは漢字を覚えるコツです。ネイティブの私がコツを教えます。このビデオを見れば漢字を覚えるコツがわかりますよ。最後まで一緒に勉強しましょう。まず最初に漢字について簡単に説明しますね。1、ベースの漢字、部首、カタカナの組み合わせか、それだけでできている。2、音読み、訓読みがある。3、読み方の数はみんな違う。4、書き順が決まっている。5、送り仮名がつくこともある。これが漢字の簡単な説明です。次に、ベースの漢字、部首、カタカナの説明をします。ここでは、この3つをパーツと言います。3つのパーツは覚えてくださいね。一つずつ見ていきましょう。1、ベースの漢字。それ以上分けられない漢字。例えば、1、月、父など N5 レベルの漢字はベースの漢字が多いかもしれません。2、部首。7種類あります。はじめは変、冠を覚えればいいと思います。あとの5つは少し難しいです。だからもう少し経ってからでいいと思います。例えば、変、奇変、金変、人弁など、冠、つかんむり、草冠など。3、カタカナ。皆さん知っていますよね。あいうえおかきくけこというやつです。ひらがなは知ってるけど、カタカナはわからないという方は、カタカナも覚えましょう。次に、漢字の形を覚えるコツです。コツは分けて覚えることです。どうという漢字で説明しますね。この漢字は左が金、右が銅という字でできています。このように半分に分けてパーツの組み合わせで覚えると簡単ですよ。左が金という漢字は他にもたくさんあります。分けて覚えると簡単な漢字が他にもいっぱいあります。例えば、
左がき、いの漢字などがありますよね。興味のある方は調べてみてくださいね。力という漢字はカタカナのカと同じです。このパターンもいくつかあります。例えば、ゆとたやにとになどがあります。それから、外という漢字があります。これはカタカナのたととですよね。このように分けると漢字が簡単になるんです。全部ではないですけど、たくさんの漢字が覚えやすくなりますよ。はじめはベースの漢字が多いので使えないこともあります。だけど、だんだん難しくなってくると、この方法が役に立ちます。次に漢字の読み方のコツです。これも先ほどのどうという漢字で説明します。どうという漢字は左が金、右がどうという漢字でできていますよね。漢字の読み方は右半分の読み方と同じことが多いです。この漢字もどうと読みます。右もどうと読みますよね。このような漢字はいっぱいあります。例えば、こうや時などもそうですよね。このような漢字を形声文字と言います。ちなみに、形声文字の左半分は漢字の意味を表します。例えば、生、火に関係する。飯、食に関係する。このように何に関係する漢字なのかがわかります。だから、このコツを知っていると漢字が覚えやすくなるんですね。一つ注意があります。読み方は音読みの時だけです。時で説明します。時の音読みはじ。訓読みは時です。だから音読みの時だけに使えます。あと、音読み、訓読みというのがあります。これは少し難しいです。漢字にはいろいろな読み方があります。ここも漢字の難しいところですよね。皆さんわかりにくいと思います。でも簡単な見分け方のコツを教えます。音読み。それだけで
意味がわからないもの。訓読み。それだけで意味がわかるもの。これで簡単にわかりますよ。さっきの時で説明します。音読み、字、意味がわからない。訓読み、時、意味がわかるとなりますね。もちろん当てはまらないこともあります。だけど、だいたいこれでわかります。この音読み、訓読みは日本人でもわかりにくいんです。わからなくても大丈夫ですよ。生活で困ることはないですね。でも、覚えるときは音読みを覚えてから訓読みを覚えるといいですね。なぜかというと、さっきの方法で簡単に覚えてからの方が覚えやすいからです。次に書き順を覚えるコツについて教えます。書き順についてはルールが7つあります。1、上から下へ。3、2、左から右へ。川。3、縦線、横線があるときは横線を先に。10。4、中と左右があるときは中を先に。小。5、囲む形のものがあるときは先に。内。6、右払い、左払いがあるときは左払いを先に。文。7、真ん中を貫く線があるときは最後に。中。これだけではないです。だけど心配ないです。書き順は日本人でも難しいです。間違っても大丈夫。生活してて困ることはないですよ。送り仮名を覚えるコツ。ここでは書くという漢字を説明します。何々ないで考えるのがコツです。どういうことかというと、書くを書かないに変えてみます。それで、ないの一文字前から送り仮名を始めると覚えてください。これがコツです。もう一つ例を挙げます。起きるを起きないとして、ないの一文字前なので、起こさないのようになりますね。次に熟語を覚えるコツを教えます。あまり長いとわかりづらいので、二文字の熟語で説明します。音楽で
説明します。この時も分けて考えるのがコツになります。どういうことかというと、音と楽に分けます。そして一文字ずつの意味を考えます。音というのはサウンドですよね。楽は enjoy 楽しみという意味ですよね。だから音楽は音を楽しむことということがわかりますよね。このように考えるとわかる熟語というのがたくさんあります。このコツも覚えておくと熟語を理解することが簡単になります。あともう一つ、熟語を考えるときにコツが5つあります。1、似た意味の組み合わせ。幸福。2、反対の意味の組み合わせ。上下。3、前が後ろを修飾する。青空。4、前が主語。後ろが述語。日没。5、前が動作。後ろが目的語。読書。などがあります。ここまで漢字を覚えるコツについてお話ししてきました。皆さんいかがでしたでしょうか？漢字というのは覚えるのが難しいと思います。でも少しずつコツを覚えて勉強してくださいね。アプリなどで漢字を覚えることもあるかと思います。それはとてもいいと思います。その時に今日お話ししたコツを使うともっとわかるようになりますよ。今日のテーマは難しいです。だからポイントとスクリプトを PDF にまとめました。無料でダウンロードできます。興味のある方は概要欄をチェックしてみてくださいね。次も役に立つことをお話ししますね。今日はそろそろ終わりにします。ぼっこでした。ではまた。